際温まってないパンが出てきたんだけど。はい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 は、あっちで見せるって話だね。パンパリ。パンパリー。Do you want some milk in your coffee? No, thank you. あ、すごい、もっぱん動画だ。もっぱんなう、答えていこうと思います。どれをじゃあ、していたアルバイトは何ですか？していたアルバイトはハンバーガー屋さんと、あとユナイテッドアローズ&サンズっていうお店が原宿に、まあ、今もあるけど、なんて説明すればいいか分かんない。あれなんて言えばいいの？ユナイテッドアローズ原宿本店メンズ館で働いておりました。お弁当を毎日作っていました。はい、お弁当を作ってくれてた人です。そうですこちらの方。そうです。はい。は1年ぐらいやってたかな。バーガー屋は、ゴールデンブラウンは、中目黒のゴールデンブラウンぜひ皆さん、よろしくお願いします。2人とも働いてました。は結構5、6年やったんじゃないかなと思います。中目黒の看板娘してました。すごいいっぱい質問をいただいてありがとうございます。今乗ってる車は何ですか？今乗ってる車はベンツの C クラスに乗ってます。どのくらいの頻度で美容室に行っていますか？気づいたら行ってますなんか髪の毛ちょっと伸びてきたなとか、なんか私ちなみに髪色保とうとしてなくて、なんでかっていうと、まあ、色落ちを楽しんでるっていうのがあるのと、まあなんかそういうこう豆じゃなくてできないっていうこと、ちょっと伸びたなって思ったら行ってる。だから、まあ、カットは2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とか、カラーが月1ぐらいかな今は。フレグランスは何を使われていますか？フレグランスは、ルラボの香水を2つぐらい持ってて、名前わかんないんだけど2つぐらい持ってて、それを使ったり使わなかったり、まあでも使ってません、ほとんど。20歳の時は何をしていましたか？なんか21歳の時に何をしていましたかっていうのもあった。20歳の時は、20歳ってどれぐらいの、20歳アメリカにいたか。20歳アメリカにいたんじゃない？サンフランシスコに住んでました。で、学校に通いながらナイロンっていう雑誌のブロガーをやったりしてて。21もサンフランじゃない？だから20歳で19で行って22で帰ってきたかな、多分。で22で帰ってきてデザイン事務所でインターンして、しばらくしてアルバイトになり、でどんな感じだっけ。だからアルバイトのところにアルバイトっていうか、そうだね、デザイン事務所でアルバイトしてました。あとインテリアのこだわりはありますか？この家に引っ越してきてからは割と長く使える家具をって思って、なんか IKEA とかでは買ってないかな。まあ後ろのソファー思いっきり IKEA なんですけどまあこれを除いてそれ以外は割となんか、でもこのソファーも変えようと思ってるから、もうすぐテレビ台来るから、テレビ台が来たらソファーとのこのあれを見てソファーを買い替えようと思ってるかな。ガリガリされないソファーを買った。はい、ガリガリされない猫防止ソファーを買いたいと思います、はい。まあでもなんか家に今これがあるからこれはこの色がいいなとか、そういう風に考えてバランス見ながら、新しいものと古いものを織り交ぜながら、あと私は椅子が好きなので椅子がいっぱいありますね。ルームツアーやってくださいっていうのすごいいっぱいあるんだけど、テレビ台が来たりなんだりとかがあるから、それが来たらやりますんで少々お待ちください。本系もいいね、最近読んでよかった本を教えてください。最近読んでよかった本は、なんかこれは続編なんだけど、ドロップアウトの偉い人っていう、なんかすごいいろんな人の
今の仕事についてすごい人になるまでの、偉い人のドロップアウトした過去とかが書いてあって、なんかすごいこの人の文の書き方もすごい好きなのと、そうですね、バラバラだけど7、8、90年代ぐらいにこう結構すごいの話が結構あったりとかして面白いです。人生において衣食住なら何を大切にしていますか？全部要は衣食住以外あんまり気にしてないってことですね。それが一番大切、それが一番大事。短い系もいこう。星座なんです、星座なんですか？天秤座です。天秤座です。天秤座です。なんか一瞬止まるんだよね。一回待つじゃん。買ってよかった猫ちゃんグッズを教えてください。買ってよかった猫ちゃんグッズ、この椅子。確かにこの椅子は買ってよかったっていうか、決して猫用に買ったわけではありませんが、違うこれじゃん。確かにこれだ。自分の椅子をさ紹介してどうすんね、これ LL ビーンのペット用ベッドなんだけど、刺繍が入れれて、そこにサンとエーテって名前を入れてて、それは結構可愛くて、刺繍糸の色も自分で選べるし、すごいボディのカラーも4色ぐらいあるのかな。これマジボロボロ落ちすぎる。出たこれYouTube にコメントしてる人のアイコンとか名前って覚えていますか？覚えてます。確かにいつも同じ人がやってくれたりとか、いつも同じ人がコメントしてくれてるなみたいなのは覚えてます。記憶力悪いけど。こだわり調味料とかありますか？ある。調味料っていうかおすすめのふりかけ調味料じゃないご飯にかけるだけでもすごい何の料理にかけても美味しくて、このアコメアのごま、こちら見せてあげてねはい、こちらはすごく美味しくて好きです。ほうれん草とかにかけてもいいんですか？そうですね、ほうれん草などにかけても美味しいですし、ご飯にふりかけとしてかけていただいてもよろしいですし、簡単に使える調味料ということで、鍋とかでも美味しいんですよ。なるほど。鍋の時期にとってもおすすめです。活躍しましたね。旦那さんと新生活を送るタイミングでハウスルールなどを決めましたか？考え中です。だって新生活を始めるタイミングで別に引っ越してなくて一緒に住んだわけじゃないので、結構一緒に住んでた期間は長いんですけど、自然とこれは私が得意じゃないから旦那さんがやるとか、旦那さんはこれ好きじゃないからやるみたいな、具体的に言うと私は洗い物があんまり好きじゃないから、洗い物は基本的に旦那さんがやる。私もやるけどね、全然。洗濯は基本的に旦那さんはやんなくて、私がやることが多いっていうか、私がやる。でもなんか基本的に結構何でもやってくれるタイプの人なので、ありがたいことに掃除機とかかけるしね。助かってますっていう。でもそうだね、なんとなくこれはこっちが、これはこっちがみたいな風になってた方がいい。得意不得意を分けているっていう感じですね。分担するのは絶対分担した方がいいんじゃないかなって思います。将来は日本と海外どちらに住みたいですか？海外です。どこに住みたいですか？アメリカかなと思うけど、住みたいって言ったら LA とかやっぱり西海岸の方に住みたいかな。ポートランドとかも住んでみたいし、ヨーロッパだったらフランス、パリとか結構好きだから住みたい。日帰り一人旅するならどこがいいですか？一人旅ってなんか日帰りってしたくないんだよね。確かに
日帰りなんかあんま急ぐの嫌だから一人旅するなら絶対一泊は最低でもするかなって思うっていう、なんか質問に全然沿ってない優しくない答え。むずいね。うん、日帰り、まあ一人旅するなら京都とか、なんかでまず一人旅っていうのがあんまりなんかこうしっくりきてないね。あとあんまりしないよね。あんまりしないかも。季節は何が好き？秋です。秋生まれだから。小さい頃から今までずっと好きなものや趣味はありますか？音楽、食べ物、色でも何でも。でも色は紫が好きなんだよね。色はでも寒色系がずっと好きだよね。そうそうそう。青といえば青とか寒色系といえば私で、暖色系といえばこの人っていう、そういう感じだった。分け方ですね。でも食べ物とかもあんま変わってない気がするけどね。趣味とかなんだ、私趣味あんまないよね。私趣味ないよね。あんまりなくない？これといった趣味はないか。筋トレとかは結構好きだけど、趣味結構、ワークアウトとかは割と趣味かなって思ってるけど。まあね。でもなんかさ、あんまりさ、なんか専門的なさやつないよね、こちら。例えば釣りとかさ、なんかあんじゃん。人々って何を趣味っていうの？キャンプとかなんかさ、そういうことする人もいるわけ。何全部アウトドアなの？なんかわかんないけど。読書とか。ああ、確かにそれはちっちゃい時から。読書はずっと趣味かな。あとお餅とかが好きかな。不思議なことだよね。お餅とかが好きかな。読書とお餅趣味。でも結構アイドルとかもずっと好きかも。確かに。アイドルもずっと好きですね。それは長いこと好きです。だから一個ハマったらずっとそれみたいなね。それ以外の趣味本当できたことないかもね。確かに。運動とアイドルと読書となんかどういう人って感じだよね。なんかあとお餅自分に似合う服などどこで見つけていますか？買い物まずそんなにしないじゃないですか、私。買い物しないですよね。我々全然買い物しないんですよ。なんでですか？なんで買い物されないんですか？私の場合は、まずいらない服があるかどうか定期的に彼女に聞く。私が着てた服こちらに行ってることはすごくよくあることなので、人からもらうということが多すぎて、自分で買うという購買意欲がちょっとなくなってしまったって感じです。なるほど。購買意欲難しい言葉使えた。難しい言葉がこの YouTube に初めて出てきた。何にお金使ってるんですか？じゃあ分かんない。食べ物かな。だよね。私物を全然増やしたいと思わない人なので、まずもう物はもうなるべく少なくっていう人だから、あとなんかお店に行って買うみたいなのがすごい苦手。店員さんにこう話しかけられるのとかもすごい苦手。なんかこうよく見に行く店とかもあんまなくて大変申し訳ございません。一度いいなって思ったものがあったらそこのブランドばっかりを、だからアクネとかはそうかも。アクネのスラックスとかなんかニットの形とかすごい好きだから、そんなに安くないわけじゃん。だから長く着るじゃんイコール、なんか大事にするし、好みだなっていうブランドを1個見つけて、もうそこにずっと。でもなんか結構似てるね、みんなの質問。何系が多い？いやなんか例えばどういうところからインスピレーションを受けますかとか、どういう人に影響されましたかとか。インスピレーション系？でもなんか映画とかはあったよね。そうそう。あと映画、好きな映画。好きな映画、オールモーストフェイマスっていう映画とかがすごい好きだったな。好きなドラマを教えてください。ドラマ？中学生日記。中学生日記は去年、今その一番大好きなドラマじゃないけど、去年見た映画じゃない、ドラマの中で去年見たっていうかおっそって感じだけどそもそもその時点でね、その流行りが遅いんだけど、中学生日記めっちゃ良かったわ。なんかロケーションも良かったし、人も良かったし、もう岡田健志くんが岡田健志くんと共演されてるんでこの人。実はもともとドラマとか全然、中学っていうかそういうなんかオレンジデイズとかそういう時期はすごいよく見たよ。うちらあれ大好きじゃん。ごめんね青春。ごめんね青春もすごい好き。
工藤官九郎さんの作品がもう本当に大好きです。 IWGP も見てたしね、あれも超見たよねうちら。スタンドアップ。スタンドアップもすごいよく見た、ね、何回もTSUTAYAでビデオ借りたね。あの時ビデオだよね、まだビデオだった。ビデオ。工藤官さんの作品は本当に舞台もねよく見にやるんだよ。行ってます。あ、そうなの？大人パルコマジで見たいね。見たい。好きな監督で言うとミシェル・ゴンドリーとかスパイク・ジョーンズとかが好きかな。結構ファンタジー系好きだよね、そうだね。うちらは。うちらは小学生の時の2人のバイブルは魔女図鑑なんで、魔女図鑑を読んで育ちました、ね、あと1個ぐらい。確かに本当になんかみんな似てんだよね。すごい、ね、そういうインスパイア系とかか、ビューティー系、ビューティー系か、何してましたか系か。仕事のことを結構聞いてる人も多いけどね。なんかもしコロナ禍で就活の代だったとしたらどんな企業への就職を選びますかとか。まあコロナ禍だろうとコロナ禍じゃなかろうと多分私は就職っていう道はないだろうと思います。っていうのは多分向いてないだろうなって思うのと、その就職っていう形が何にせよ就職したくなくてアメリカ行った人なんで、その気持ちは今でも変わってないかなと思う。私が20歳ぐらいの時にコロナ流行ってたとしても、就職っていう道はなかったかなと思うので、あんまり参考になることが言えるあれじゃないと思うんですけど、そうね。でも今なんかこうやりたいこととか一個を見つけて、それにやろうと思えばできるマジそうじゃないでも、やろうと思えばできるんだよ。そんな就職とかしなくても、企業に入らなくても、学校で学ばなくても。私なんかファッションの勉強なんか一個もしてないし、けどファッションの仕事できてるし、独学で結構何とでもなる時代、やる気さえあれば。やる気だね。ヤンキーみたいなアドバイスになっちゃったやる気だねですかね。はい、結構答えたと思うけど、アイズワンの質問も来てたけど。なんて？アイズワンのあれ見ましたかって。ラスト香港ですか？もちろん見ましたよ。めっちゃ泣きました。いやめっちゃ泣きましたよ。もちろん見ましたよ。もうおえつ、なんかもう本当になんか画面見てこんな泣くことってあるのかなって思うぐらい泣いた。アイズワンのラスコ見ましたか？私は泣きじゃくりながら見ました。間違いない。自分がやるにはどこか恥ずかしかったのですが、キキさんがトレカをスマホケースに挟んでいるのを見て、私も推しのトレカを挟む勇気が出ました自分のブランドを立ち上げようと考えています。やはり立ち上げには時間がかかりましたか？立ち上げるのには全然そんな時間かかってないね。いやだってブランド立ち上げたのが2018年だから今5年経ってる。違う、2018年じゃない、もっと前なんだけど、本格的に始動したのが2018年ぐらいで、その前からブランドは立ち上がってて、全然何にも考えずに結構勢いで作りましたね、最初は。だよね、全然そんな大した準備してないよね。準備してないと思う。でもだからしばらく何にもやんなかったりとかした時期もあったし、それこそハンバーガー屋でバイトしながらお金貯めて、できたら作れるお金ができたら服を作ってっていう状況。でもその後だから展示会をやるようになったりとか、そのシーズンごとにちゃんとやるようになってからはやっぱりお金ももっと必要だったりとか、大変なところもたくさんありますね。だから立ち上げるのは大変じゃないと思う、じゃない？本格的に始まってからはすごいなんか大変そうだったけど、立ち上げることより続けることの方が大変。全然だって今なんて iPhone で写真撮ってできる時代じゃないですか。だから全然立ち上げて服を作ってっていうのはある程度の貯金があればできることだと思うけど、でもね、本当にね、これね、ブランド立ち上げた時に、その立ち上げる時よりも続けることの方が大変だよってなんかみんな言ってたわけ。その展示会に来てくれてた人とか、なんかそういう先輩方とか、雑誌とか読んでもやっぱ続けることがすごいみたいなみんな風に言ってて、
そうなんだって思ってたけど、マジそうだった。何よりこうしていくことが一番大変。こうすることやこうすることはいくらでもできますが、そこもやっぱりやる気ですね。やる気で。じゃあこの辺で終わろうと思います。皆さん質問たくさんいただきありがとうございました。また来週かその辺でお会いしましょう。何か最後に言うことございますか、皆さんに。やる気、元気、勇気。